はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。1月、2月、3月、4月、5月、そして今日から6月、ガツガツと月日が進んでしまいます。あっという間ですね。そんな今日はガツンと一発やってみます。そうです。今日はガツです。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意したガツです。ガツとは豚の胃袋のことで、1頭から 500g ほどしか取れません。ガツの由来は、英語で消化器官や腸を意味するガットの複数形で、内臓や腹渡を意味するガッツから来ています。ガッツポーズとかガッツってよく聞く単語ですよね。他にもガッツだぜとかガッツしますとか、このガッツは根性や度胸などの意味として成り立っていますが、これらのガッツもこのガッツと同じガッツから来ています。ということは直訳すると内臓ポーズ、内臓だぜ、内臓石松ということになります。諸説ありますが、ガッツポーズの由来はガッツ石松から来ている説もありますね。ちなみにテニスのラケットに貼られているガット、これももともと羊の腸で作られていたので、この腸を意味するガットから来ているそうです。このネチョネチョしているのが胃液なので、こちらが内側になります。この黄色くなっている部分が胃袋の入り口にあたる糞門です。そしてこちらの肉厚な部分がガツ心で、歯ごたえはありますが噛み切りやすい部位です。豚は牛とは違い、胃は一つです。色合いとかは牛の第4の胃、ギアラに似ています。まずはこのネチョネチョを水洗いして処理していきます。この時にぬめりが取りにくい場合は塩を使っても大丈夫です。ツルツルした色の濃い面を上にして、まずはガツ心部分を取ってみます。皮部分との間に包丁を入れてカットしていきます。左手で皮を引っ張りながらカットします。ガツ心は1頭からかなり少量しか取れないし、取る手間がかかるので、内臓の中では比較的仕入れも高いです。雑味などはなくさっぱりとしているので、内臓が苦手な人が挑戦しやすい部位の一つです。食感も歯切れのいいコリコリで、飲み込みにくさなどはなく食べやすいです。あとは食べやすい大きさにカットしていきます。肉厚な部分は包丁を入れておくと食べやすくなります。今回はこのガツで焼きと刺しにして食べてみます。カットが終わったら味噌だれ、ごま油、パプリカパウダー、ホワイトペッパーを入れて下味をつけます。お皿に盛り付ければ焼きは完成です。次に刺しは一旦ボイルしておきます。水洗いしたガツを沸騰したお湯に入れて、臭み消しのネギ、生姜を入れてアクを取りながらボイルします。取り出したガツは一旦氷水や冷蔵庫などで冷やしてから水気を切ってカットします。硬い部分を取り除き、丸めるようにして薄くカットします。ボウルにガツ、タテギ、塩、胡椒、ごま油、醤油を入れて混ぜ合わせます。お皿に盛り付けてネギ、ごまを振りかけ、糸唐辛子を乗せれば完成です。これでいいんだよな。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は金沢湯涌サイダーゆず乙女を飲んでみます。これは石川県金沢市の奥座敷湯涌温泉にあるゆず街道にちなんだゆず風味の地サイダーです。ゆずの上品な香りで程よい甘さですね。甘すぎずすっきり爽やかな味わいです。お酒と割っても間違いなく美味しいやつです。キンキンに冷やして温泉上がりにぐいっと飲みたいです。それではガツを食べてみます。まずはガツ刺しです。お店によっても色々な味付けがありますが、今回はちょっと辛めな味付けにしてみました。ガツ特有の弾力のある食感がいいですね。刺しにする場合はあまり厚くしすぎず薄めにカットする方が個人的に好みです。美味しさのストライクに思わず心の中でガッツポーズです。続いて焼いていきます。味噌だれをちょっと焦がしながら焼くのが好きです。また刺しとは違う歯ごたえです。噛むごとに味噌だれとガツが口内調理され、ガツの旨味と味噌だれの甘じょっぱさがうまくマッチしています。焼肉のメニューの中でもどこか脇役なイメージですが、その目立たず主役を立てる他の部位の引き立て役的存在ですが、こういった名脇役がいると主役の良さがより引き立ちますね。うちはいつも油を少なめにカットするのですが、ちょっと油を残してカットしたものも食べてみます。ありよりのありです。牛のギアラほどではないですが、油の甘みを感じられて美味しいです。食道と小腸につながった部位なので、場所によって味わいが変わるのも面白いです。ガツは比較的カロリーも低く、またこれから夏の暑い時期、ボイルしたガツをポン酢とネギを散らして酢もつもいいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ガツいかがでしたか？スーパーなどでも手に入
入る安い部位なので、皆さんもいろいろ試してみてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。